切ることにちょっと怖い部分があるんだよな。頑張ってやります。皆さんこんにちは。スティーブ・テキサンのスティーブです。日本から持ってきた街道レーサー、属車街道レーサー、はっきり言ってどちらになるのかな。 F スポットの車、友達のゴードンさんの車です。保管させてもらってます。めちゃくちゃ気に入りです。これやっぱりアメリカにはないスタイルですね。かっこいいですね。今日の動画はこの車についてのことではございません。こちらです。俺の Z ですね。6年、7年ぐらい持ってるのかな。結構いろいろやってきたんで、ずっと寝かしてて、起こして走らせて、それで先日万歳レーシングの井坂さんに相談したら、スティーブさんやっぱり日本の属車スタイルじゃないかとっていうことを私も 100%、150%、200% 以上賛成でした。見ていただければわかるんだけど、全く何も進んでおりません。場所の問題もあったり、いろいろあったり、テキサスに引っ越すこともあったり、いろんなことの中で進んでない。でも正直に言いますと、切ることにちょっと怖い部分があるんだよな。あります。正直に言います。それはね、面白い話なんだけど、こちらの車も見てください。フェラーリですね。切ってありますよね。フェンダーカットしてワイドボディにした。この感覚はこの車と全く同じ感覚になりますよね。切ります。何が違うのかなと。正直にこれはね、カットされたことに関しては全く何も一つも考えることもない。でもスティーブさん、フェラーリを切っちゃった。それはもう国際的な犯罪じゃないか。スティーブさんやってはいけないことです。その気持ちも理解できます。しかし俺から見るともうたくさんあるんだよな。458のイタリアがいっぱいある。俺のフェラーリだし、切ることは全くもう関係ない。俺のフェラーリなんだから好きなようにやればいいということでしょう。そういう考え方です。しかしこのクラスになってくると、切るか切らないかってなると、正直に今まで見てきた中でやっぱりかっこいいな、このスタイルで走らせたいなっていうのはあったんだけど、実際に旧車あんまりないレアな旧車を切ることにってスティーブさんやらない方がいいよと思う方が多いと思います。 100% その気持ちを理解できる。そしていやスティーブさんの車なんだからフェラーリと変わんねえよって、お前はそのまま切ればいいんじゃねえかと、その気持ちも理解できます。どちらかといえばスティーブはそちら派だよね。もうただなんでバタバタしているのかというのはちょっと怖いです。その中で一つは自分で切ったことないということもあるので、怖い部分があると思います。もう一つは昭和46年の貴重な Z、 程度のいいもの。でも正直になぜここまで来たかというと、もともとこの車はね、全くオリジナルの車である。全くいじられてない。100% オリジナル、ナンバーズマッチング、エンジンとミッションと全部ちゃんとしたセットで、走行距離の少ない車、板金を受けたことないような全くオリジナルな車なら、多分切ることにもったいない部分があるような気がします。しかし以前から指摘してきたように、以前もこれ板金を受けたことありますよね。中を見ればすぐわかります。これはもう、リップが二重になっている部分はあるんで、すでに
板金を受けてることもある。完璧な車ではないので、この仕様にしたいと。ただ、切るには経験のない素人として、あっちゃんにも手伝ってもらうんだけど、2人もやったことないので、怖い部分があるんだよな。正直に言いますと。失敗したらどうなのかと。溶接とかはどうするのか。とにかくいろいろ YouTube とかで見てきた中で勉強になったこといくつか、あります。まず何が必要なのか。これ安物のグラインダーですね。これは正直に本当の安物です。これはできれば使いたくないですね。この辺りは多分切ることになりますよね。このぐらいは。を切ることになるんで、切ったら中がこう二重になってるんだよな。その鉄板が。それはその後の処理はどうするのかっていうことが、それは多分一番切るのはなんとかなるんだろうと思うんです。その後のことはどうしたらいいのかと。YouTube とかすごい勉強になるので、いろんな方のやり方を見てきた中で、なるべくそれを真似したいと思うんだけど、ちょっとやっぱり、ドキドキですね。そこから切った後はどうするのか、どうやってこのフェンダーを止めるのかと。昔はビスとかであったんだけど、今はこの会社はね、今、この会社に協力していただいている G-Spec さん。これはめちゃくちゃかっこいい、こういう金物というんですか、ファスナーとかを、作ってるんで、俺の箱スカは普通のビスで止まってるんだけど、オーバーフェンダーが。でもね、もうちょっと今時、こういうものですね。見てください。これは、ドリルアウトした穴に、これを埋める。それに、綺麗なステンレス製の、こういうボルトが、こう、入る。その間に、ゴム、ウォッシャーみたいなのは、入ります。この会社です。すごくいい会社だし、やってる方々がみんなフレンドリーだし、彼らに相談したところ、勧められたのは、あとスティーブさん、これを使ってくださいと。これです。別にこのブランドということじゃないんだけど、これがないと、なかなかこういう道具がないとなかなかいけないので、これは Amazon で先日買ったリブナットのツールですね。これがあるかないかによって、そのリブナットがパッと入れたりするのが、これがあると簡単になるということで、使ったことないので、ちょっと心配ですが、頑張ってやります。次考えなきゃいけないことは、じゃあ切った後。切る前からでもそうなんだけど、テストフィットの時に、ボディキットの色はどうするかと。車と同じオレンジと統一させるのか、同じ色にするのか、もしくは黒にするのか。どうかな。あっちゃんはどう思う？白もなんか面白いんじゃないかってこの間言ってたんだけど、違うよね。わかんない。一回これさ、黒をちょっと塗ってみたいんだよな。黒はどういう感じなのかなと思う。そうじゃ、っていうのもわかんない。でも黒塗って一回合わせてみないと、オレンジ黒のテーマがいいかもしれないよな。かもしれません。が、皆さんのご意見も大切にさせていただきますので、ぜひご意見を残してください。そして、もう一つ、この間、ファンの方から送られてきたものあるんだよね。あっちゃん、見せましょうか。先日、あっちゃんが帰ってきたら、これを家の前に、入り口に置いてあったんだよね。ね、あっちゃん。ガレージスリーさんは、インスタグラムで、コンタクトを取っていただいて、で、スティーブさんにプレゼントしたいものがあると。まだ開けてないですよ。3D プリンターみたいなもので作った。すごいね。これペンキかっこいいんじゃない？これは。すごいいい重さだし。何でできてるんだろう。プラスチックっぽい。あっちゃんどう？見せて。で、でも入ってるのは、いいね。ほら。開けましょう。かっけー。かっけーよ。見てよ。こういう風に来るんだよ。めっちゃいいんじゃない？デザインが。Garage Theory on Instagram. Check them out. Awesome guys. And 15% off your order if you mention Steve's POV. Not a bad deal. 他にもやることがいっぱいあります。ダットさんガレージさんから送られてきたウェザーストリップ。新しいウェザーストリップがあるんで、車の中のガタガタがね、乗るとあるから、新しいウェザーストリップ注文して、新しいウェザーストリップの用のセメントも注文した。やること多いです。
ですね。だから楽しいです。カットしますね。カットします。決心しました。決断しました。決めました。カットします。俺の車です。皆さんの車は自分のスタイルで乗ってください。何言われても、どんなに批判されても、何が言われても、別にいいですよ。反対している方の意見もぜひ残していただきたいです。構いません。批判でも構わないです。ただ、スティーブの車なんだから、自分なりに、自分のスタイルで、やっていくのが、このチャンネルのテーマですよね。皆さんは自分のスタイルでやっていけば、何言われても大丈夫なので、自分のスタイルを自分で、これ一番ベストなので、サムズアップですね。テキサスに間もなく引っ越します。それまでにどこまでこれができるのかは分かりませんが、必ずすぐにでもアップデートいたしますので、次回まで毎日、日々、前進、サムズアップ的にやっていきましょうね。では、次回までよろしく。サムズアップ。